韓国ソウル地下鉄ソウルデイック駅。着いた知性と胃袋を刺激する街。駅名が答えてる。ここソウル大学のお膝元。さて今日行くところはこっち。学生さんが多い街は美味しい店もたくさんあるのが定石。シャレにならんほど今日寒いねんけど、そんなソウルデイックの街をこっちはサビが今日も行く。7番出口出てまっすぐ。언제나 건강하세요。はあ、ありがとうございます。てか上は何？ツッコミどころ満載やけどなんか間違ってるよね。とにかく皆さんもご健康で。駅出てすぐの交差点を右。今日のお店は駅から激近。向かい側にはお店が見える。貝が食べられる店。あれ、今日俺食べに行くんやけど、こっちは焼き魚のお店。向こうにもこっちは刺身屋さん。包囲されとる。俺はもう沖に出てるってことかな。店目の前やねんけど競争が激しいってことや。そういう意味でもやっぱり学生街は面白い。昼間やのにマイナス5度。ソウルが本気を出してきた。変運動木茶コルモ。そんな縁起のいい地名あんの？じゃあ今日俺は幸運に包まれながら一杯。これはもう勝ち確。幸運は目の前や。着いた。早くもこし김로 감사선나도 좋대오죠。今日のお店は変運丼チョゲ。貝がいっぱい。こりゃたまらん。こっちにもお店の説明。重要なんは4時オープンで2時完成。予約もできず4人までは入店可能。そうそう、すぐ横には貝焼きの専門店もあるから、蒸し物の場合はこのお店に。今日一杯しようか。やって。はいしましょう。ってことで絶対混むからオープンラン。一番乗りやで入店です。こちらのメニュー、シンプルすぎて貝のように口が開いて閉じられない。チョゲチンとチョゲクイ、それぞれ大中小の3段構え。他にはカリビの蒸しと焼きが置いてある。メインのメニューはこれだけ。あとは海鮮カルグクスや海鮮ラーメンなどのサイドメニューに加え飲み物が書かれてる。実は早めに着いたから社長さんが寒いから中で座ってていいとおっしゃってくれた。すごく親切な方。でもまだコートは脱げない。チラ見せのみ。店内の席自体はそこまで多くないけどカジュアルな雰囲気。今は人はおらんけど人で溢れ返ること間違いなし。社長さんがおかずを持ってきてくれた。さっき手づかみで水槽から貝を取り出してたんやけど手が凍りそうですって言ってた。俺にはできない技。俺にできることは一つ。そう注文。 주문해도 돼요? 네. 그럼 조개찜 소주 하나랑요. 네네. 진로 한 명 주세요. さあ幸運に向かって前進を始める。準備していただいた基本のおかずはポンテギ、コーンサラダ、そしてテーブルにはガスコンロ。貝の殻を入れるたらいも置かれていた。できた。まだコートを脱げない俺は運動開始。ぐる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 。貝といえば絶対これしか選択肢はないやろ。ローリング。変運という名の階段を一段登っていく。頂上まで登った時そこには絶景が、いや貝たちが見える。本日一杯目。寒いところから暖かい室内で一杯するとこんな音が漏れる。ラッキーガマちゃん。白い木に数えあなたの今日を願う。ありがとうございます。貝が開く前にコートが開く。勢いづいた俺は食べる準備。まずはこのポンテギやな。最近結構食べれるようにはなってんけど、最初なんでこれ食べるんやろってずーっと思ってた。まあ見た目がこれやからね。恐る恐るパクリ。一粒ずつのみ。食べると恐怖心は薄れていく。
結構うまかったりもする。もう一つのおかず、コーンサラダ。まあこれは想像つくもんね。このお店おかずがこれだけっていうのもなんとなく想像がつく。後で出てくる貝たちを見ればわかるはず。チロまだかな。貝が来る前に俺溺れてまうで。店内は水槽の水の音もずっと聞こえてくるから、それだけで腕が傾いてしまう。いい、嬉しさが溢れた時に目につく。そうそう、事前準備しとこうか。まずはお醤油をわさびの方へ。不必要なドヤ顔。そして何と言っても欠かせないチョジャン。貝にはこれでしょう。完璧やな。蓋を閉めて、ずっと回る。俺かぶせてあっただけや。チロチロチロ。まだやからポンテキ。もうそろそろ出てくると思うねんけどな。ポンテキを一粒ずつ食べてると、俺の体が波に飲まれる感覚。社長さんが来られた。来た。東大みたい。今の自分の位置確認できました。一番てっぺんがこれ。すごない？自然によだれが出てくる。この距離では全体像を映すことができない。じゃあまずはこのホタテを取っていく。これがリアルヴィーナスの誕生。パカッと開けば綺麗な身があらわになる。俺も全裸になったろうかな。幸福が一気に地獄絵図に変わる前に、お箸で身を剥がしていく。力を入れてグイッと。ほら、この大きさやで。湯気も立ち上り、俺の気持ちも上昇していく。さっきソースも準備したけど、最初はこのままやな。ふうふう。準備はできてるか？一口。俺はもう契約済み。転居先は海海の中。ぷかぷか。確かに噛んでる。そう確認しないといけないぐらい柔らかい。そして貝本来が持ってる甘みを感じる。これは新鮮やからかな。ああ、ヴィーナスってヘウンドン出身なんや。最高。チロ、この町に引っ越してきましたガマと申します。俺の後を追ってきた。チップリは後ほど。ペロッと含ませ、こいつ。上に居座る手長だこ。これもええ感じに蒸されてる。俺もこいつと同じく手足伸ばして寝たいわ。ここで躊躇なく切っていく。もうハサミ入れるだけでわかるもんね。このプニプニ感。準備していたガマちゃん。あ、そういやチップリうんぬん言うてたな。じゃあ今切った手長だこを一つ。こいつはチョジャンに。手長の赤備え。洗剤、トイレットペーパーよりも嬉しいチップリのプレゼント。ぐいっといっぱい。パクリ。柔らかいのにこの歯ごたえ。やっぱり塩の香りとチョジャンはよくある。今日の俺は休む暇はない。こんなに大きな巻き貝も入ってる。もうこれだけでテンション上がるわ。中から引きずり出していく。綺麗に抜けた時の快感味わいたい。来い来い、さあ来いよ。うわぁ、こいつもでかい。今日頼んだの貝の蒸し物ショーやで。やのにこの量にこのクオリティ。いやー、どうしよう。俺を困らせんといて。もう我が物顔で町役場に出入りするガマちゃん。これ見てもうたら飲まんとバチが当たってしまうもんね。ぐぐっと喉に直角行。再びチョジャンにつけてあげる。これも一口でいくには大変な大きさやけど、パクッと吸い込まれていく。全ての貝に共通しているのは弾力がすごいこと。貝によってその歯ごたえは変わるけど、その違いをここで体験できるのは楽しすぎる。巻き貝の新たな家はこのお口の中。あれ、ちょっと待って。あ、やっぱりまだあったわ。いや、ないなぁと思ってたんよ。お箸ですくい出してあげると出てきた肝の部分。これもうまい部分やからな。まだまだ。おいおい、もう巻かれすぎてるやんけ。これ食べへんことには、巻き貝食べたことにはなれへんから。パクリ。この何とも言えない苦味が最高やから。中に入ったスープもググッ。社長さんと目合った。俺今日ジェンガしに来たんちゃうねんけどな。もうどれから取ろうか。ジェンガ失敗。
向こうのやつ取れるやんけって思うやろ。こっちから見えてへんから。これ他のテーブルでもこの音させてるところ多々あり、それだけいっぱい積まれてる。俺は両手にハマグリを準備してパクリ。これも濃い味がしっかり出てる。おかわり。どの回食べてもマジで臭みがない。拍手。これ社長さんに見られたら恥ずかしいやつ。そうそう、これもあんのよ。種類が豊富。こんにちは。こないだ大正エビの時も言ったけど、あのお菓子のパッケージそのままの背筋。まずは頭の部分を取っていく。中の味噌をチュチュッと吸引。マジでこの部分は珍味よね。そして鎧を脱がす。エビと言ったらやっぱりこいつがよく合う。再びの赤備え。貝の中に迷い込もうが俺は逃がさない。プリップリの身に背中も丸まっていく。ちょっと休憩。ノンストップでここまで来たから止まれない体になってる。まずは準備しとこ。まだ食べてない貝がある。この平木。韓国の貝屋さんに来たら結構あるよね。こう見たら船やな。こと思いついた。まずはこの平木の身を取る。もちろんこれもチョジャンで。色になった。船のおもちゃを与えられた子供のように貝は離さない。またこれも噛むたびにコリコリとした中に旨味が広がっていく。今のところ外れなし。この店で外れは俺の行動。飲んでから食べたかったのに。旨味が残ってるお口の中いっぱい。そしてこいつを元に戻す。船やからね。乗船開始。さっきの手長ダコ冷めてきそうやったからここで温める。そのまま鍋に入れたら硬くなりそうやん。これで安心。ハマグリ。再びのホタテ。ビーナス復活。次はわさび醤油で。この瞬間が一番緊張。なかなか離れてくれない。力ずくでビーナス。誕生してすぐの滑落事故。倒れた先はわさび醤油。これも軽くフーフーして口に運ぶ。やっぱりこいつは優しい甘み。ハマグリに隠れてたムール貝。残念。リテイクでもう一個。残念。スープに使ってるから自然に落ちてんねん。こいつは当たり。3度目の正直でコーンをゲット。ムール貝は韓国ではかなり身近な貝。日本におる時よりも食べる量は完全に多い。ちょっと驚いたのはこれも甘かった。これいつ終わんのっていうぐらいたくさん入ってるからできる荒技を披露していく。予測して準備。俺1本って決めてるからやけど、ここ来たら本数悪で。ここに来て新種の発見。これで全ての貝を紹介できたと思う。これわからんくって調べてみたんやけど、大アサリと呼ばれる内紫って書いちゃうかなと思う。好みの大きさよ。プリプリさが全面に出てる感じ。そいつを持ち上げたら下にはエキスが溜まってた。見てしまったら飲まないと前には進めない。身の部分はチョジャンに、これはたっぷりと。それを合体。なめるなよ俺を。お前なんかの儀式でも参加してるんかという勢いでまずは体を清めに入る。冬の海は強烈。今日は二枚貝が主役。でも俺は2枚上手の重なる旨味の目撃者。大丈夫か。後先考えないというのはこういうやつのための言葉。でも諦めない。ネバーネバーギブアップ。大きく一口で窒息しかけるが、じゅわっと入ってきたエキスに助けられ、柔らかいからこそできる荒技。これは独り占めの境地にたどり着いたかもしれん。少し落ち着いたらスープ。この大量の貝から出てきたエキス、その旨味をしっかりと感じることができる。じゃああいつの出番やな。その前にこの貝たちを少し減らしていく。カモン。うわ、めちゃくちゃ綺麗に取れた。タイミングや。そろそろデザートを注文していこうかな。칼국수 하나만 주세요. 麺を入れていく最終準備。熱々やけど貝から直接味見。この出汁控えめにいって事件。あとは少し残った貝から身を取り出す。もうこのお店でアルバイトして1年半ぐらいの手さばきで麺の到着を待つ。アルバイト失格のつまみ食い。きた。一人前やのにこれめちゃくちゃ量が入ってる。社長さん太っ腹すぎひん？上にはエホバと人参、それと胡椒が振りかけられている。カルグクスを頼むとキムチも出てくる。
スープはグツグツしてきた。いざ上から一気にカルグクスを流し込んでいく。ほらね、一人前結構な量でしょ。にんまりが止まらない。次目を開けた時にはもうできてる。このビジュアル最高すぎひん？トングでちょっと様子見。ごめん、まだできてへんかったわ。もうちょっとかな。寒い時期最高の締めやで。完成。まずはこのスープから慎重にごくり。熱いけど喉元通り過ぎる瞬間感じるエキスのうねり。じゃあ麺よ来い。静かに着地。ここにはスープも上から与えてあげる。このお店で貝の蒸し物を頼めば必ず頼まなければいけないこの最後のカルグクス。スープも一気に。あれだけ貝が入ってたんやから濃厚に決まってる。締めには納得の一品。そしてキムチも一口入れると食事としての輪郭が一気に立ち上がる。ガマちゃんも納得させよ。中で泳がせていたミタッチをたっぷりすくう。ぐいっと自然に腕は傾斜を作る。その余韻を残しつつミタッチを入れていく。もう口の中で出汁作られてまうわ。一度食べると止まらない手長ダコもトッピング。そこにキムチを乗せていく。我慢弱い男パク。やっぱりカルグクスはこうキムチと一緒に食べんとね。湯気が立ち上る中でフーフー。そしてすすっていく。皿はいつの間にか90度。最後もチュルッ。さてそろそろこいつも最後の一杯くらいになってきた。もうウェイティングの列ができてるわ。早く席譲ってあげよう。だから最後の一滴まで。今日頼んだん貝の蒸し物小やで。それであの量やったら並ぶ価値あり。すんません、すぐ出まーす。本日最後の一杯。マッチャンゴにはもう一口だけスープ飲ませて。エキス補充完了。やっぱり俺今日ジェンガしに来てるんやわ。ソウルデイック駅から徒歩3分ほどの距離にある貝料理の専門店。あのビジュアルは他ではなかなか見られない。いろんな貝の食感を味わいながら一杯。いやー大満足や。外に出たらやっぱり一気に寒い。やのに裸のこの子。もうしゃあないな。着させてあげるわ。あかん、こんなんできひんほど寒い。はよ帰ろ。貝は開くが服は閉じる。ってことで今日の食物語はこれでおしまい。チャイモゴスンだ。